味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6 Konkai no Mesha to be were 北海道恵庭北広島界隈。それでは早速 Let's get it started 1. Kozushi 恵庭は JR 島松駅前ゾーンにございます。ランチがお得のお寿司屋さんランチがべらぼうにお得なんですね。この海鮮丼がアンダー2000円ってのは奇跡的。そうだね。最近の相場から言ったら観光客ホイホイゾーンだと3000円ぐらいするんじゃないかな。とびっきりのネタってわけじゃないけど、基本価値の寿司屋さんなんでなかなかのものがいただけますわよ。そうなんです。この看板がどうしても口に見えるけどね見える。そのランチが本当にお得です。つい3年前まではこの甘エビ丼が770円、マグロ丼も880円だったってのはアンビリーバボー。 Unbelievable なんでも急に値上がりするそれでも安いね。 2. Konayuki Tong Tong 2018年オープン、恵庭で人気のとんかつ屋さん、エコリ村の経営ってことなので、びっくりドンキー系列ってことでよろしいでしょうか。はい、そういうことだと思います。こちらでは自然と大空の下、エコリ村農場の放牧飼育で育った極みの豚さんがいただけるんですって。放牧されてる豚ちゃん見ちゃったらさ、食べられなくなっちゃうね。そうそう、めっちゃアルパカに睨まれたよね。睨まれた。だけど食べちゃうんだな。食べちゃうよね。極みの豚のとんかつも人気なんだけれども、茶漬けセットがあるっていうことでね。とんかつのお茶漬けってどんなんなんってね、レビュー見てもお茶漬けセット頼むべしって書いてる人いるしさ。いいですね、とん茶。お茶漬けは薄めの優しいお出汁が出てきてありがとう。カツ自体が美味しいからお茶漬けにするのもったいない感はあるけど、ありですね。とんかつ茶漬けさっぱりする。ああ、やっぱり天ぷら茶漬けも美味しいからね。美味しいよね。最近丸亀製麺で天茶ばっかり食べてる。丸亀さんに天茶っていう商品はないんだけれど、かけうどんとライスと天ぷらを頼んで、うどん食べ終わった出汁をご飯に入れちゃって天茶にするって方式ね。これ最高。はい、時には天かす丼茶でハードパン、Anyway、なんとこちらのお店、配膳ロボットが配膳してくれます。普通の光景になってきましたね。配膳ロボにセルフレジ。都心じゃない方が多いかもね。確かにね。ローカルの方が人手不足が深刻なのかな。そうだよね。銭湯も映画館も人を介さずに全てが完了しちゃうもんな、最近じゃ。スーパーのレジも友人レジよりセルフレジに人が殺到。本当にイーロン・マスクが予言するようなロボットだらけの未来が来るのかもね。楽しみ。ワクワク。ワクインの日ですよ。少し。 3. Kaiten Zoo Shiginjiro まさかの海なし北広島で美味しくて安い回転寿司を発見。びっくりしましたね。1年前と比べて回転寿司業界も値上がりラッシュでね、中トロ2貫500円超えってのが当たり前になってきてますからね。ほんと、かつて100円皿の代名詞であったイカでさえ200円では食べられなくなってますからね。そんな中ですよ、銀次郎さん驚いたね。美味しい本マグロの中トロ赤身が396円、アンダー400円でいただけちゃいます。信じられない。中トロだけじゃない全てのネタに心意気を感じますぞ。だけどさ、前回ここを紹介した時に視聴者さんからクレームっぽい書き込みが入ったんだよね。ちゃんと美味しいところを紹介しろとかっつってね。そうそう、全然うまくないみたいな。私たちには理解不能。日本中で回転寿司食べてるけど、かなり安めの美味しめのお店だと思いますけどね。ねえ、何を食べてそんなに不満なのか、じゃあどこの回転寿司なら満足なのか教えていただきたいですわね。お店の名誉のためにもね。なんでなんだろうね。これ今回の WBC だってさ、今度がちょっと打てないと、やれなんで出すんだとか、なんで買えないんだとかね、なんだかんだ書き込んでくる連中がいるからね。いるいて、なんか楽しいのかね、そういう人はね。信じて応援してろっちゅうの。そうだってことで、人それぞれ好みがあります。お店の悪口の書き込みは偽計業務妨害になる恐れがあるので、削除させていただく場合がありますので、あしからず。どうしても書きたいときはご自身の SNS でどうぞ。 4. Gochiso Sun Shock Door あれ、いつの間にか引っ越してる。これは2年前の映像なんだが、こちらのお店現在はコープ札幌エルフィン店内に移転された模様ですよ。また確かここもどっかから移転してきたはずなんだけど。そうなの。
引っ越しマニア系ってわーお、何これ、すんご。そうなんです。こちらは爆盛りザンギが名物のお店。ああ、お腹いっぱい、もう食べらんないって状態で、目の前に大盛り唐揚げ弁当が残ってる感じのお店。なあ、はいはい。お昼の余りをお持ち帰りで晩ご飯ができちゃうみたいな。ひょっとすると翌日の弁当もできちゃうかもぐらい。すんご。これ名古屋唐揚げってことは世界の山ちゃん的な。おそらくそういうことだと思います。名古屋名物やみつきになる手羽先唐揚げの甘辛味ね。そりゃいいわでしょう。これね、数えたら一口サイズだけど唐揚げ18ピースありました。わあ、食いしん坊さんは万々歳ね。5. ニューヨーク Eniwa Onsen Rafora. やっぱ恵庭はここね。恵庭市民も全員来てるのではというこの浴場。こんな料金でこんなに整うサウナなかなかないっしょ。ですよ。高温サウナ20人サイズ、低温サウナ 5,6 人と決して広くはないけれど回転がいいからね。この日は土曜の夕方とあって激混みでしたが、なぜかサウナはスムーズなんだよね。そうなの。今度はそんな高くないサウナなんだけど気持ちよくしっかり汗がかけんのよね。そしてやっぱ肝は水風呂。はい、高温低温サウナの両脇にカッチンコチンの水風呂があるのが最高。 2,3 人サイズなんだけど常に12、3度なのでかなりいいっしょね。女湯は水風呂誰も入ってないから超ラッキーってか、かなりのつわものでなければこれ20秒が限界の冷たさだから整うね。恵庭はここだね。北広はさエスコンのサウナがあるじゃん。あれすごい気になるんだけど。気になるね。経験者の方感想を聞かせてくださいな。お願いします。 6. Today's Katsu Curry. Orenchi. JR めぐみの駅前の昔ながらの喫茶店。視聴者さんから美味しいカツカレー情報を複数いただきましたんでね。はい、やってきました。カツカレーが美味しいと聞きゃどこへでも。ランチピークは過ぎた2時ぐらいだったんだけれど、次から次へとお客さんがいらっしゃる。はい、来ましたこれ。おー、サラダ味噌汁付きだ。ちょっと値段はするんですが、サラダ味噌汁付きってのはええしょ。美味しいバランスの取れたトロットルにとんかつは結構な厚さ100万オーバーぐらいかな。味のバランスがいいですね。安心して舌を任せられる。よかったね、しょっぺくねーってことね。そうそう、ここの料理は多分みんな美味しいんじゃないかな。この味バランス好きだな。だから昼時過ぎても皆さんいらっしゃってるのね。ぜひまたいただきたいカツカレー。ごっちゃんでした。でも皆さんハンバーグ食べらっしゃったんでね、次回はハンバーグカレーにしてみようとか言って絶対カツカレー食うかな絶対。 7. Dofukudo. 国道274号線沿いの札幌からちょっとだけ北広島に入ったところにあります。上から読んでも道福堂、下から読んでも道福堂。はい、こちらの道福堂さんはどうかしてるぜ系の中華食堂ね。常温の値段設定に思わず二度見しちゃいます。麻婆豆腐定食650円、チンジャオ両種定食750円。出ました3歳児。半額セールじゃないですよこれね。ほんとだ、倍ぐらいするよね普通。これはありがとうでしょう。しっかりとした味だけれどもしょっぱいわけじゃないのがいいです。スープは完全無敵のチンタンスープ、塩気ゼロ。あ、本気の中華料理のやつね。これが助かる。便利だよね。スープとしてももちろんだけど味の調整に使えるから嬉しいね。爆量加減には目が白黒しちゃいますが、もったいないので根性で食べきります。これ素晴らしい中華食堂ですね。細かいことは気にせず安さとボリュームを満喫してくださいな。でも食いしん坊さんでない限りはご飯少なめで注文を推奨。お持ち帰りも有料ながらパックが用意されているのでいいよね。これは本当にありがたい中華屋さんだね。 8. Sumibiyaki Butter Don Chichiring Charbos. 恵庭は島松にございます豚丼屋さん。なぜにかこの辺結構あるよね、豚丼屋さん。そう言われりゃそうね。頓着さんに空海さんにアウトレットには豚ハゲさんしょ。もうそうだそうだ。はい、こちらの豚丼提供時にタレは少なめにかけられており、後からお好みでかけたりできるってのがいいじゃない。あ、なるほどね。それはありがたいね。ドロッとした甘くどタレは絶対イヤイヤ系の私向き。サラッとタレが絶妙ね。山わさびがさっぱりとアクセントになって美味しさとのアクセント。やみつき豚丼中毒になりそうな美味しさだわちょっとあんま意味わかんないけど、そりゃやばいね。豚丼中毒
略してトンチュ豚中ってなんか不良が集まる中学みたいなね。やばかったね、トンチュのやつらは。その豚中ではありません。お肉が厚めのカットだけど柔らかい、プリって噛み切れる。帯広No.1豚丼の柏さんっぽい感じかな、もしかして柏さんのとはまた違うんだけど、これはこれで美味しいの。ほんとあっさりしたお味の豚さんはいくらでも食べれちゃいそう。マジ豚中注意ね。トンチュにはご注意ください。9. 10円恵庭郊外にございます。そば畑の真ん中にありますグリーンが大好きなお蕎麦屋さん。なかなか予約が取れなくて最近行けてませんが、1日限定10食、なくなり次第終了というレアな蕎麦屋さんなんです。そうなんです。今日行こうって電話しても無理なんでね、前もってスケジュール組まねばいけませんなんです。蕎麦を食べに行くスケジュールを組むってのはなかなか人生にあることじゃないですよね。そうよね。私たちのスケジュールはほぼほぼ食べ物屋さんに行くってスケジュールですが。何言ってんだ、お風呂もあるよ。2日に1回ね。ここのそばがとにかく綺麗でね、これ10割ですかってくらい細いの。きっと締まったお蕎麦で気持ちいいお蕎麦だ。窓から蕎麦畑を眺めながら蕎麦をすするってのも贅沢極まりないですよね。これは蕎麦王国北海道ならでは。そうなのよ。 BGM もなしで厨房の音と他のお客さんのそばすする音しかしない。すすり食いがタブーとされるよその国の人が見たらさぞかし驚かれることでしょう。何言ってんの、ここは日本よ。お構いなしにズルンズルンよ。そうですよ、すすり食いは他国にはない日本の文化ですからね。そうよ、余計なものは一切なし。そばだけを楽しむ空間ってのも不思議な非日常感。丁寧なお仕事をされる方のおそばだなーって思いました。そばだけじゃなくて全てに愛が詰まってる、そんな素敵なお店だね。ってことで今回は恵庭北広界隈のお気に入りを紹介しました。他にもこの界隈美味しいお店たくさんあるのでね、興味のある方は飯旅恵庭北広島で検索してみてみて。そしてこれは実は振りなんですよね。そうなの。今年また北海道中食べ歩く際の情報を集め、ぜひ皆さんの知ってる美味しいお店お裾分けしてくださいな。よろしくお願いします。Jikei no mesh tabi wa Zettai mata tabathai Hokkaido ramen juice sen desu. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなちく。エコリン村総長のエコリン村のエコ盛りいろいろ入れ替えてくる。スーパーのレジも有料レジよりレジは無料です。炭火焼きで香ばしい豚丼提供時には炭火焼きが香ばしい、豚丼提供時に炭火焼きが香ばしい。そうなのよ。 BGS もなしでバックグラウンドシャワー、バックグラウンドスペシャルそうなのよ。 BGM もなしで